いいですか？落ち着いて聞いてください。このチャンネルに最後に動画が投稿されてから4年です。驚きましたか？私はそれよりももっと驚いていることがあります。これほど長い期間があったにもかかわらず、あなた方は何かを察してくれたのか、更新が遅いなどの批判は一件も、ただの一件も送らないでいてくれた。それのみならず続きを楽しみにしていると励ましの言葉をくれた。ガンアクションものの漫画やゲームを進めてくれたことも、この動画を作る原動力になった。ありがとう。我々の訓練はまだ終わっていない。ところでサム、話は変わるが新製品のポーチを見てくれ。マグチェンジするように素早くスマホを取り出せるんだ。スタングマガジンなどスマホ以外のものも保持できるぞ。概要欄にオンラインショップのリンクがあるから気に入ったら注文するといい。ああ、それと、コンシールドキャリーするならウォンバットベルトもおすすめだぞ。それではベーシックタクトでその46。プレイボール。では始めましょう。前回に引き続き、コンシールドキャリー、銃の秘匿形態についてなのですが、今回予想以上に説明することが多くなったので、前後2回に分けてお送りします。それでは、クローズドフロントガーメント、前が閉まっている上着でのドローン。今回は、アペンディクスキャリーとこのドローンの紹介です。アペンディクスとは、医学用語だと中枢、右下腹部にある盲腸にくっついている小さな臓器のことです。10時から2時の位置に、IWB ホルスター、インサイドウエストバンドホルスターを装着することからこの名前がついたようです。IWB ホルスターの中にはタッカブルと書かれているものもあります。タックは押し込む、エイブルは何々できるという意味です。クリップとホルスターの間に、隙間が設けられているので、ズボンにシャツをしまうことができます。フォーマル寄りな服装のバリエーションを増やせるのがメリットです。ワイシャツなんかも今はストレッチ生地のものがありますからね。これら IWB ホルスターは服がホルスターの一部みたいなものなので、諸注意がめっちゃあります。覚悟して聞いてください。まずは服装についてなのですが、伸縮性があって少しゆとりのある服が望ましいです。あまり大きすぎてもやりにくいので、見た目にも違和感のないサイズの服にしてください。また、理想を言えば銃と肌の間に下着は着ない方がいいです。上着をめくって銃を露出させた方がいいが、銃に下着が被っているとドローが難しくなるからです。とはいえ今はまだ3月で寒いので、今日はできるだけ邪魔にならない、裾が長くて伸縮性のある下着をあえて着てきました。それとズボンの股上の中に銃をしまう都合上、股上の短いローライズパンツは不向きです。ズボンのサイズについても太すぎると、ベルトを締めた時にウエストの余ったのが邪魔になるので、ウエストがゴムのように、伸縮するズボンがあれば、それを使うのがいいと思います。次にベルトですが、柔らかいと、銃の重みでグリップが前に倒れてしまったりしますし、ドローする際にもくっついてきたりすると邪魔だし、遅くなるし、いいことはないので、ある程度硬いものがおすすめです。そう、このウォンバットベルトとかね。拳銃のサイズについては、大きい方がグリップがつかみやすく、表面積が大きいので、体への圧力も分散しますし、装弾数も多いです。スライドもある程度の長さがあった方が、シーソーのようにグリップが体に密着するので安定します。でもちゃんとしたベルトやホルスターを使っているなら、当然小さい方がシルエットは目立ちにくいです。人間の下腹部って正面に置く皮下脂肪がつくので、極端に言うとこういう断面になってます。この段差、ここにコンパクトな銃を収めるというのも一つの手です。あとリボルバーは重心が、前方寄りなので、ベルトに吊るすと自動的にグリップが体に密着します。戦闘力が目立ちにくさか、快適性か、何を重視すべきかは状況によりますので、ご自分に合った方法を探してみてください。先ほどコンパクトピストルを脇腹にという話をしましたが、体型と銃とホルスターなどの組み合わせによっては、座った時に異物感が強く出ることがあります。車の運転などで長時間座っているのは、少々辛いと思いますので、そういう時はベルトのカーブしている位置から、遠い12時半とか、12時半とかにすると、座った時にホルスターが持ち上がる余地が増えるので、少し楽になるかもしれません。11時半に装着する場合は、
クリップにベルトの末端を被せて隠すという小技も使えますし、体の中心に近いと、両手で構えるまでの手の距離も短くなりますので、若干早く構えることができます。あと、車といえば、シートベルトをしてると銃を取り出しにくいので、今危ない状況にあるなと思ったら、グリップを露出させてください。こうすればシートベルトしていても取り出しやすいです。もうシートベルト一時的に外しちゃうのも一つの手です。話を異物感に戻しまして、樹脂製よりも革製の方が快適だと思います。とはいえ、硬い樹脂製の方が、リホルスター、銃をホルスターに収めるのが楽で、反復トレーニングがやりやすいので、快適性としては双方の中間のハイブリッドホルスターを使うのもいいでしょう。特にお腹の大きい人は、銃がつっかえて、不快感が強い傾向がありますので、余裕があるなら自分に合ったホルスターとベルトとズボンと銃と、それらの配置を模索していただければと思います。例えばこのホルスター1500円で買ったにしてはちゃんと機能しますが、クリップが中央1点だけでなく、両サイドについていればぐらつきを小さくできますし、高さの調節ができれば、ベルトとクリップの間のこのスペースを大きくできますので、グリップ掴みやすくなります。同様に角度の調節ができれば、手首が楽になります。あとは、この斜め下あたりにパッドを追加できれば、グリップが体に沿って密着するので、上着にできる膨らみを小さくできるといったぐらいですね。次に、アペンディクスキャリで注意したいのは、座ると銃口が体に向くので、できれば立ち上がってドローしたいところです。座ったままならば、大股開きで膝を目いっぱい、地面に近づけ、のけぞるようにドローすれば大丈夫です。リホルスターする際も気をつけたいところです。トリガーガードに指や異物が入ったままホルスターに銃を押し込むと暴発してしまいます。この事故は IWB ホルスターに限った話ではないのですが、体に密着している分、負傷する可能性が高いため、少しのけぞってリホルスターするなど、十分な注意が必要です。はい、ようやく前置きが終わりました。お疲れ様でした。それではドローについて説明します。まず、裾に手を入れるのではなくて、親指の付け根でグリップの少し上を押さえて、4本の指で服を掴みます。掴めたら手を胸の上まで移動させつつ、フォークでスパゲッティを巻き取るように手首を返すと、あらくし、鉄砲が出てきました。平面だと滑りやすくて掴みにくいので、このように、押さえて角を作ると上位からシワが寄って掴みやすくなります。ここで、上着の生地が硬い時とか掴めないんじゃないとか、裾に手を入れた方が単純で楽じゃないかと疑問を持った方がいるかもしれませんね。試しにやってみましょう。この服は私の持っている中で一番硬いブルゾンで、自立します。ここにさらに滑りやすくなるように革手袋をしまして、伸縮性がなくて引き上げる量がわずかに足りなかったときは、のけぞるとごまかせたりします。ただ構えるまでやっぱり時間がかかりますので、やはり伸縮性がなくてタイトな服はお勧めしません。あと、裾を持つ方法ですが、焦って利き手を早く動かしてしまうと、こんな風に裾に巻き込まれて手間取ることがあるんです。その点、こちらの方法なら手が巻き込まれることはないので、トラブルが少なくなります。また、タッカブルの場合はですね、そもそも裾はズボンの中にありますから、手順を変更しないといけません。服を掴む方法ならば、手順を変えずに実行できます。打足ですが、このやり方はワンハンデッドドローにも応用が効くんです。利き手だけでドローする場合、裾を持ち上げた後で手を離すと、当然裾が落ちてしまうのでドローできません。そこで裾が落ちないように手首で押さえたりしながらドローしないといけないのですが、先ほど紹介した、手首を返して裾をロールアップする方法でも対応できます。そろそろ、手順の話に戻りましょう。さっきは裾をまくったところまで進みましたね。ではここで銃を握ってみてください。そしてこの手の形と、手首と肘の角度覚えてください。私の場合こんな感じになってます。で、
いざドローをするときに、利き手を移動させながらさっきの手と角度を再現します。そうするとスムーズにドローできますので、やってみてください。以上です。次回はクロートフロントガーメントの後編、スイープ&リップとハカソンリップについてやる予定です。ご視聴どうもありがとうございました。